夫と寝ようとしたその時、突然、ドアがバタンと開いた。闇に歪んだ顔をした女性が怒涛の勢いで入ってくると、私に向かって書類の束を投げつけ、夫に向かって叫んだ。あの女に手を出したら、もうあなたとは終わりよ。それから私を指さし、怒りに任せていった。肩書きも結婚もどうでもいい。でも、私の男を奪おうなんて考えたら、顔も出せないほど強くぶつわよ。私はショックで凍りついた。夫のハビエル・ゲイルは、すぐに彼女をなだめようとした。彼女には一切手を出してないよ。僕たちの結婚が取り決められたものだって知ってるだろ？本当の結婚じゃないんだ。私は心底寒くなり、鼓動が高鳴った。私たちの結婚生活は何年も完璧なものだった。3年前、姑が重病になった時、私は国外に泊まって彼女の介護をした。昼夜問わず、私は彼女に全てを捧げた。なのに今、彼は私たちの結婚は本当じゃないという。まるで私はただの笑い種でしかなかったかのように。その女性、ミレーナ・サンダースは頭を高く上げて傲慢に言った。これがあなたへの私の計画よ。よく読みなさい。今から私の許可なしに私の男に会ってはいけません。もし会う必要があるなら、まず私に頼まなければなりません。私はハビエルを見たが、そこには少しの罪悪感や恥も見られなかった。彼は冷たく私に言うだけだった。ミレーナはただ僕を愛しすぎているんだ。彼女は欲しいものを手に入れるのに慣れている。今後は彼女の言うことを聞いてくれ。私は拳を握りしめ、苦笑を浮かべた。わかったわ、ハビエル。もしこの結婚が本当じゃないのなら、もう付き合っていないわ。どう対処するか見てみましょう。彼はミレーナの腰を抱き寄せ、優しく彼女の鼻先を撫でた。さあ、怒らないで。二度とこんなことしないから、いい？ミレーナは彼にもたれかかり、得意げで嘲笑待ちな笑みを浮かべて私を見た。彼らの足音が遠のいた。私は毛布を握りしめ、震えていた。嵐の海の真ん中で溺れている小さな無力な小鳥のようだった。ぼんやりと長い間見つめた後、私はノートパソコンを開き、自分で離婚協議書の草案を書き始めた。結婚前、私は有名な弁護士だったが、結婚後に職を離れた。数年ぶりの最初の案件が自分自身の離婚になるとは思ってもみなかった。そして、最も信頼していた男が、これほど理不尽な女のために私を裏切るとは想像もしていなかった。姑の誕生日にハビエルが家に帰ってきた。食事の席で彼はテーブルの下で私の手を握り、客人たちに保証した。ロレイン化の状況がどうであれ、サイナのゲイル化での立場には影響しません。つまり、彼らはもう知っていたのだ。テーブルについたみんなは礼儀正しかったが、隠された視線とかすかな同情を感じ取ることができた。姑はみんなの前で大声で宣言さえした。ロレイン家の身の娘が誰であれ、養子が誰であれ、どうでもいい。一つ確かなのは、サイナは私の息子の妻であり、これからもずっとそうだということです。私は淡く微笑み、何も言わなかった。彼らは私がロレイン家の間違えられた娘だということしか知らない。本当の娘が戻ってきたが、私の実の両親がロレイン家よりもさらに裕福で力があることは知らない。しかし、もういい、どうでもよくなっていた。その夜、ハビエルが出かけようとしたとき、姑は彼を私の部屋に泊まるよう強く主張した。そして彼は自制しなかった。私を押し倒し、荒々しく首筋にキスした。彼の吐息が肌に熱く触れた。私は彼を押しのけようとしたが、彼は囁いた。お願いだ、ミレーナには言わないでくれ。彼女は嫉妬深いんだ。
知ったら面倒を起こす。屈辱と裏切りに押しつぶされそうになった。さらに強く押したが無駄だった。彼はより攻撃的になり、以前のように、翌日私はベッドから起き上がることさえできなくした。想像するだけで胸が悪くなるほど嫌だった。もう一度反撃しようと覚悟を決めたその時、ドアが勢いよく開いた。ミレーナに現場を抑えられた。またもや。ハビエルは慌てて飛び起きた。欲望で顔が異様に赤らみ、体は震えていた。そして私は気づいた。彼は気づかずに何か薬物を摂取していたに違いない。ミレーナ、話を聞いてくれ。見た目とは違うんだ。どうしてこうなったのか僕もわからない。ミレーナは鋭く冷たい目で私を睨みつけ、彼の言葉を遮った。慌てないで。今回はあなたを怒ってないの。あの汚らわしい女があなたに薬を持ったからよ。彼女は気持ち悪い。あなたを欲しすぎて、騙してまで寝ようとしたんだ。ああ、そうか。彼女がハビエルに薬を持った張本人なんだ。彼は私を眉を潜めて見つめ、声は怒りに満ちていた。サイナ、よくもそんなことができたな。本当に君はどうかしているよ。彼は私がさっき抵抗したことが状況をより本当らしく見せるための演技だと思い込んでいた。私はしてない。私が説明しようとしたが、終わらないうちにミレーナが叫びながら私に突進してきた。この女。男なしじゃ生きられないの？女の恥よ。私は我慢に我慢を重ねてきたのに、あなたは決して聞く耳を持たない。警告したでしょ？私の男に手を出すなって。ハビエルは彼女を抱き留め、なだめようとした。ミレーナ、お願いだ、僕に任せてくれ。怒らないで。彼女を殴っても、君が傷つくだけだ。信じて、僕が対処するから、いい？屈辱が炎のように私を焼き尽くした。もう耐えられなかった。私は一歩踏み出し、ミレーナの顔を強く平手打ちした。サンダースさん、自重しなさい。彼がどんなにあなたを愛していようと、ここではあなたが第三者よ。私の家に上がり込んで、主人公面する権利はないわ。ミレーナは歯ぎしりしながら叫んだが、ハビエルが彼女を抱き留めたので、私を撃つことはできなかった。彼女の顔は怒りで歪んだ。別れましょう、ハビエル。あなたはあの女に私を殴らせたんだから。彼の目に凶行が走った。彼は彼女を失うことを恐れていた。それから彼は振り返り、私を床に倒れさせるほど強く平手打ちした。サイナ、行き過ぎだ。自分の行いをよく考えろ。言っただろう、この結婚はただの取り決めだ。お前をゲール夫人としての肩書きはまだ保ってやっているんだ。感謝して身分をわきまえていろ。私は苦笑した。ゲール夫人？私を侮辱してるのよ。ミレーナの声が鋭く割って入った。もう一度殴りなさい。2回よ。でなければ私が自分でやる。ハビエル・ゲイルは誰の命令にも従わない男だったが、一瞬で彼女に従った。一瞬ためらいの色が目に浮かんだが、それから彼は私をもう2回平手打ちした。口角から血がにじみ、頭がクラクラした。それから彼は部下に命じた。この部屋を成人向けおもちゃで埋め尽くせ今すぐに。彼の部下たちは素早く動いた。箱を部屋に運び込み、私におもちゃを投げつけ始めた。一つ一つの衝撃が肌に赤い跡を残した。それらは避けようにも動けない私に向かって激しい雨のように降り注いだ。ハビエルの冷たい声が私の頭上で響いた。これで一生分使えるだろう。汚い手を使って俺を寝かせようとするのはやめろ。覚えておけ、俺たちは名前だけの夫婦だ。
彼の電話が突然鳴り、彼は電話に出るために外に出た。その間、私は床に倒れ、屈辱的な成人向けおもちゃの山に囲まれ、動く力もなくしていた。視界がぼやけ始めたとき、ミレーナの得意げな声が聞こえた。教えてあげる、サイナ。彼に薬を持ったのは私よ。あなたはただの養子、私には絶対に勝てないわ。彼女は笑いながら、おもちゃで埋め尽くされた部屋の写真を撮り、誇らしげにあたりを見回した。私は目を開けることができなかった。手さえ持ち上げられない。全身が重く、暗闇に閉じ込められたように感じた。部屋の外では、隣の部屋にいるハビエルとミレーナの声が聞こえた。彼は彼女に優しく話しかけ、彼女が世界で一番大切な人のように扱っていた。彼らの親密な抱擁の中から、彼が何度も妻よと優しく呼びかける声が聞こえてきた。現実の裏切りと突然押し寄せる記憶が衝突した。彼が最後に私をあのように扱ってから無数の暗い夜が過ぎ去っていた。痛みが私の胸を繰り返し刺した。あまりの痛さに果てしない地獄に閉じ込められたように感じた。目を開けると私は病院にいて、手には冷たい点滴の針が刺さっていた。姑がベッドの傍らに座り、涙を流していた。かわいそうな子よ、本当にごめんなさい。あなたは辛すぎる目にあった。心配しないで、私があなたの味方をする。あの女には私自身で対処するから。3年間、私は彼女の面倒を見て、回復するまでそばにいた。あの数年で私たちは実の母子のように親しくなっていた。鼻がツンとし、涙がこぼれそうになったが、私は平静を装って微笑みながら言った。彼が本当の愛を見つけたのなら、私はただ彼を手放すだけです。彼女は焦ったが、すぐに私を慰めようとした。バカな子だ。たとえ息子があなたの心を傷つけても、あなたは彼のお金と地位を追い求める必要があるんだから。あの厚かましい女は私が対処する。私がやり終えた後で、彼女がまだあんなに傲慢でいられるか見てみましょう。私が何も言えないうちに、彼女は怒って飛び出していった。その午後、彼女は私にビデオを送ってきた。その中で、彼女はミレーナ・サンダースの方が腫れるほど強く平手打ちし、ハビエルから離れるよう警告していた。それを見終わった直後、ハビエルがミレーナを連れて私の病室に押し入り、対決しようとした。ミレーナの目は赤かったが、口調は冷たく、彼に挑むように言った。あなたがこれをどう処理するか見せてよ。私の味方になると約束したでしょ？証明して。ハビエルは激怒した。彼は私の首を掴んで叫んだ。母を使って俺を操ろうと思ってるのか？サイナ、俺たちの婚姻関係証明書をもてあそぼうってのか？私は反論する力もなかった。涙で曇った目で彼を見つめるしかなく、この男がどうしてこんな見知らぬ人に変わってしまったのかと思った。たとえ私が何も関係ないと言っても、彼は決して信じないだろう。歯を食いしばりながら彼は命じた。自分で自分を殴れ。ミレーナが満足するまで続けろ。それがお前の謝罪だ。私は最後の力を振り絞って代わりに彼を平手打ちした。あなたは彼女を愛してるんでしょ？ならば彼女に大事なゲール夫人の肩書きを譲ってあげなさいよ。一瞬、ハビエルは私の言葉にショックを受け、固まった。そして彼の怒りが爆発した。彼は脅した。自分で殴らないなら、お前の評判を完全に潰してやる。彼はスマートフォンを取り出した。画面には、あの屈辱的な状況で成人向けおもちゃに囲まれた私の写真が写っていた。どんな女性にとっても、あの種の恥は耐え難いものだ。愛人を守るために、彼は私の尊厳を破壊しただけでなく、
自分自身の尊厳も台無しにした。ミレーナは彼を見て冷たく言った。もうオンラインに投稿したわ。もし彼女と別れるのが耐えられないなら、もう私のところに来ないで。彼女はそれから偽りの怒りで出て行った。そして彼女の予想通り、ハビエルはすぐに彼女の後を追って駆け出した。30分も経たないうちに、人々が私の病室の外で囁き合っていた。あの女が彼女なの？まあ、考えもしなかったわ。すごい性欲の持ち主に違いないわね。あんなものをいっぱい買うなんて。ちっち。どうやらハビエルは彼女を満足させられなかったようだ。なんて厚かましい女だ。病院に入ったのはやりすぎたからだろうね。もう自分を制御できなかったに違いない。ゲイル家の恥だ。オンラインではさらにひどかった。人々は私を侮辱し、ハビエルに私と離婚するよう促した。1時間後、彼は離婚届を持って戻ってきた。今回は顔に怒りはなかった。彼は私の額に顔を寄せ、声は柔らかく優しかった。ごめん。さっきはカッとなって。ミレーナはただ気性が激しく、関係の中で主導権を握りたがるんだ。君の方が彼女より物分かりがいいから、今回は彼女に勝たせてやってくれ。君たち2人は俺にとって同じくらい大切なんだ。彼女をなだめるのは大変なんだ。今はただ離婚しよう、いいか？彼女の機嫌が治ったらまた結婚するから。お願いだ。彼は私が承諾しないのではないかと恐れ、訴えるように目を赤くした。いいわ。しかしハビエル、私は二度とあなたの妻にはならない。そして彼は永遠に知らないだろう。それがまさに私が望んでいたことだということを。やっと分別が出てきたな。心配するな、また結婚してやるよ。彼は満足そうに私の額に深くキスした。翌日、私は予定より早く病院を退院した。しかし、ミレーナが地下駐車場で私の行く手を阻むとは予想していなかった。彼女は制裁のような態度で私に近づき、ほとんど私を平手打ちしそうになった。安い女。もう離婚したのによくも私の男に迎えに来させたわね。彼女の手が私の顔に届く前に私が先に彼女を平手打ちした。ミレーナ・サンダース、目を大きく開けてよく見なさい。私を迎えに来たのはハビエルで私は断ったのよ。一度断っただけじゃない。明らかに手頃を演じてるわ。彼女は非常に怒ったようで、再び私を殴ろうとしたが、ちょうどその時、黒い犬が突然私たちに向かって走ってきて、彼女を倒した。ただし、実際の怪我はなかった。まさにその瞬間、ハビエルが到着した。彼は私が犬を使って彼の最愛の人を襲わせたかのように、私を激怒した目で睨んだ。ミレーナは泣きながら彼の腕に飛び込んだ。ハビエル、あなたは私のことを全然愛してないんだ。愛してる。愛してるよ。とても愛しているんだ。彼は真剣に言った。私を愛しているなら、サイナに何度も私を傷つけさせたりしない。私を愛しているなら、犬に彼女を噛ませて、私の痛みを味わわせてよ。わかった、わかった、泣かないでくれ。君が泣くと僕も辛い。まず病院に連れて行くから、いいか？彼女がようやく承諾すると、彼はすぐに部下を呼んだ。私の彼は妻と言いかけたが、ミレーナを怒らせるのを恐れてすぐに言葉を止めた。それから言葉を変えた。ロレインさんを野良犬の保護施設に送れ。ミレーナは要求した。100匹の犬を彼女と一緒の檻に入れて。ハビエルは冷たく繰り返した。100匹の犬を彼女と一緒の檻に入れろ。命令を下した後、彼は固い目で私を見た。お前は従順じゃなかった。これがお前への罰だ。
それから彼は私を車の後部座席に縛り付け、部下が私を連れ去りに来るのを待たせた。彼はミレーナを抱きかかえて車で去り、私を置き去りにした。私は自由になろうとしたが、その前に海外から戻ってきたばかりの実の両親が私を見つけた。かわいそうな子、ただ私たちと一緒に家に帰りなさい。ゲール家には私たちが対処するから。私は涙を爆発させ、うなずいて彼らの車に乗り込んだ。30分後、ハビエルはミレーナを抱きかかえながら、密かに部下に電話した。彼女を本宅に連れ戻し、落ち着かせるスープを作れ。きっと怖がっているに違いない。部下たちは青ざめた。顔に汗がにじんだ。社長、私たちは彼女を10分ほどあの中に放り込みましたが、犬が彼女を引き裂いてしまいました。骨だけ残っています。ハビエルは雷に打たれたように感じた。彼は壁にもたれかかり、息が苦しいほど心が痛んだ。涙が彼の方を伝った。私はただ驚かせろと言っただけだ。誰が本当にあの中に放り込めと言った？